僕の名前はズンダモン。1週間前に ZC33S スイフトスポーツを買ったのだ。今はドライブ中の一休み。スイフトスポーツはとっても速いのだ。いい車を買ったのだ。ブー。は、今何か音が鳴ったのだ。エンジンかけていないのに何の音なのだ。その後も時々鳴る音に不思議に思うズンダモン。音はエンジン停止後の数分後に7秒間ぐらいモーターのような音が鳴ります。4分間隔で最高5回鳴ったことや、ドアを閉めた時に鳴ったり、数時間後に鳴ったり、数日間動かしていないのに鳴ったりします。バッテリーを外していても鳴ります。鳴った次の日に同じ場所を同じように走っても鳴りません。そのような経験をして音が鳴る理由を知りたいズンダモン。新車1ヶ月点検の時にディーラーで尋ねると、整備士さんが説明してくれることになりました。ズンダモンさん、この音を聞いてみてください。ブー。あ、この音です。僕のスイフトと同じ音です。そうですか。この音はメーカーのデータベースにある動画の音です。僕のスイフトだけではなかったのだ。スイフトあるあるだったのか。データベースに書かれたこの音についてのメーカーの答えをお伝えしますね。燃料タンクに内蔵してあるカットオフバルブの弁体が振動することによって発生している音です。音が発生しているのであれば正常に機能している証拠であり、異常ではありません。と書かれています。どうやら異常ではないことだけ分かったのだ。カットオフバルブはワンウェイバルブで、一方向からの圧力のみ通る構造になっている逆流防止弁です。簡単な図を書きましたので、これを見ながら聞いてください。燃料タンク内のガソリン蒸気により、燃料タンク内の圧力が上昇します。上昇した圧力が規定の圧力を超えると、カットオフバルブが開いて、タンク内の圧力を燃料タンク外へ逃がして、燃料タンク圧力を下げるのですが、カットオフバルブが開くときに、蒸気圧、蒸気流量、弁体流量、バルブスプリングなどの組み合わせにより、カットオフバルブの弁体が振動して、音が発生するということです。この振動音は、走行中にも発生していることがありますが、他の大きな音にかき消されて、聞こえないのです。そう見ながらだと、なんとなく分かってきたような気がするのだ。ズンダモンさん、何か疑問があれば、メーカーのこの説明をもとに、私がお答えしますよ。ありがとうございます。質問してもいいですか？はい、どうぞ。質問です。音が鳴るのは異常ではなく、問題ないのですね。大丈夫なんですよね？異常ではありません。問題ないです。大丈夫です。よかったのだ。もう気にしないのだ。質問です。何が、どのような時に、どうなるから音が鳴るのですか？燃料タンク内蔵のカットオフバルブが、規定値以上の圧力をタンク外に逃がすときに、室内でボール状の弁体が押されて動いて、道が開き、蒸気を通すのですが、押し戻そうとするスプリングにより、筒の内壁と接触して、振動することでビビリ音が発生しています。ちなみに、音が鳴っているのは、圧力をタンク外に逃がす、カットオフバルブだけで、タンクに戻す方のバルブは、鳴りません。ビビリ音だったのだ。質問です。音の原因となる部品名は何ですか？燃料タンクです。カットオフバルブはタンク内蔵のため、バルブ単体での交換はできないので、交換する場合は、タンクを丸ごと変えることになります。よく原因ではないかと言われる燃料ポンプは、音が鳴ることとは全く関係がありません。そうなのだ。燃料ポンプではなかったのだ。質問です。20分ぐらいで5回も鳴ったことがあるのですが、この回数は異常ですか？異常ではありません。カットオフバルブが開く条件になれば、何回でも鳴ります。よかったのだ。回数が多くても問題ないのだ。質問です。なぜバッテリーを外していても音が鳴るのですか？カットオフバルブはスプリングなど単純な構造のもので電力を使用しないからです。モーターみたいな音なのに実は単純なものだったのだ。質問です。夜とか知らないうちになっている可能性はありますか？あります。燃料タンク内の圧力がバルブを開く条件に達するといつでもなります。ただしガソリンの気化によるものなので、タンクの温度や外気温度の上昇に影響されるため、気温の低い夜間の発生や寒い時期は少ないということが考えられます。気温の高い日に音が鳴ることが多いような気がしていたのだ。質問です。同じ ZC33S で鳴らない車がありますか？実は全ての車が鳴っているのに気づいていないだけですか？鳴らない車はありません。気づいていないだけです。理論上、同じ燃料タンクが装着されている車両は全て鳴っています。自分の車は鳴らないと思っている人は、バルブが開くときに車の近くにいないか、鳴っていても周囲の騒音で気づかないだけです。走行中も鳴っています。静かな場所で車のそばにいないと気づかないのだ。
質問です。同じ時間帯に同じ場所を同じように走ったのに鳴る時と鳴らない時があるのはなぜですか？その時にバルブが開く条件に達しているかどうかです。タンク内温度や外気温など微妙な違いによって時間差ができるので、同じタイミングでは鳴らないことがあるのです。なるほどなのな。質問です。ドアを閉めた時に鳴ることもあるのですが、衝撃が影響して鳴ることがあるのですか？そんなにデリケートで精密なのですか？室内のボールがスプリングで押されているという単純な構造なので、衝撃でボールが動くことによってバルブが開くからです。精密というよりはむしろ逆です。どういうものか分かってきたのな。質問です。エンジンを止めてから数時間後や数日後にも鳴ったことがあるのですが、なぜですか？音が鳴るかどうかはタンク内のガソリン蒸気次第、圧力次第ということになります。タンク内温度の上昇によりバルブが開く条件に達したら鳴ります。またガソリンの気化温度を考慮すると冬だから鳴らないということもありません。日によって地域によって違いがありますし、走行することによって車両各所の温度が上がりますから。季節は関係ないのな。ガソリンの気化する温度が問題なのな。質問です。スズキが製造しているスイフト以外の他の車も鳴っているのですか？他の車では音が鳴る事例は聞いたことがありません。4代目スイフトに限られた現象です。4代目スイフトに装着している燃料タンクが音が鳴るものであるということです。他の車に装着されているタンクを調べてはいないのですが、理論上は同じタンクが装着されていれば鳴っているはずです。どうして今まで乗ってきた車で経験したことがないのかが分かったのな。この台のスイフトだけのことなのな。それでいいのか、な。質問です。ZC33S が直噴エンジンであるということは関係ありますか？直噴エンジンであることは音が鳴ることとは全く関係ありません。他のグレードの ZC13 や ZC53 や ZC83 などの直噴エンジンではない4代目スイフトでも発生しています。同じ燃料タンクを採用している車両は全て音が鳴ります。このタンクのバルブは音が鳴るものであるということです。ちなみにこの4代目のタンクは発売当初から現在まで部品の改良はありません。そこまできっかり言われると逆に気持ちいいのな。でも質問です。直噴エンジンであることは関係なく、これまで僕が所有してきた車でも経験したことがない音、4代目スイフトの燃料タンクだけが音が鳴るということは、そもそも部品に問題が。それはなんともねえ。ただ音が鳴るのは異常ではないんですよ。よくわかりました。ありがとうございました。スイフトスポーツはとってもいい車なのだ。ブー。整備士さんが問題ないと教えてくれたからもう気にならないのだ。不思議な音の正体がわかり、すっきりしたずんだもん。これからもスイフトスポーツで楽しく走ることでしょう。では、こちらをご覧いただいて、今回はお別れです。